純粋な波動と一体になっていくとね、雑念がトゲでね、なくなっていく。瞑想の聖地インドで修行者1億人の頂点に立つ史上初の女性、ヨガの母ヨグマタ相川恵子が送る人生の羅針盤。今回のテーマは、こんにちは、ヨグマタ相川恵子です。今日は雑念についてお話をさせていただきます。生きているっていうのはね、こうみんなうごめいてるっていうか、皆さんほら顕微鏡でね見て、どんな小さなものも生きて動いて見えないけれどね、こうやって見たら動いている、ね、だから体の中ももう血液が動いてね、全身を巡っていますし、体液も動いてね、赤血球とか白血球とかね、生物のようにうごめいているっていうかね、そして酸素も全部全身に運ばれたりね、で常に呼吸をして吐いて吸って、全てが振動していますからね。振動っていうとね、例えば音波とか振動するのに空気が触れることでね、そうやってなんで音ができるかっていろいろ振動させてね、そういうインナーサウンドとかあるんですけど、それはナーダ音とかだから、思考もね現れてね、そうすると頭の中にその思考が見えるというかね、私たちの意識っていうのは普段はね外を見てるのでね、で何か仕事をしたりしてると、そこにエネルギーがわーっとね集まっていて、でそのことと一体になっているのでね、体の動きがねいろいろ他の方でいろいろ動いてるわけです。もちろんそこのところにたくさんのエネルギーがいってるわけですけれども、そのエネルギーを作る働きもあったりね、いろいろな処理をしているわけです。で思考が浮かんでね、いろいろなものを見たりしたり感じたりね、でこれどうしようかなって考えていたり、でそういうのを今度は瞑想すると、そういう仕事を全部外の集中をやめて、今度は全部内側がね整えるっていう方にエネルギーが全部働いてくるわけです。だからゴミを処理したりとかね、いろいろ浮かんできたりね、浮かぶっていうのはね、今までなんかエネルギーが違う方に行ってたのを何もエネルギーがねそれ違う方に向かわされなくなったら、行きどころがないから溶けて現れる。でそれはね、この浄化をしている姿、緊張してると固まっていて、それで仕事しなきゃって仕事の方にそのエネルギーがいってるんですけど、今度はそれが仕事の方に行かなくなるとね、それ整えようっていうふうにエネルギーになると、いらないものは排除しようっていうね、それと溶けて固まったものが溶けて、で浮かんで消えていく姿なんです。歌方のようにとかっていう、そういうね夏目漱石の言葉がねあります。川のねせせらぎの中に泡がピャーってね出たりしてね、それでやって泡が出てまた消えて、ビールの泡のように浮かんで消えていく。思考が浮かんで消えていく。それをちょっと雑念消さなきゃとかね、みんなにいろいろ自分の中で操作するとね、でもっと雑念が反抗してね、こんがらかって複雑にそれを防衛しようとしてね、助けようとしたりして、いろいろな思いが浮かんでくる。放置してあるがまま受け入れるっていう、何も手を施さないっていうこと必要なんですね。それは雑念が消えていく姿で、その前にね、また積極的に整えるっていうのは、私はね今ね目覚めのセミナーっていうのをやってるんですよ。それどなたでも参加できて、1週間に1遍ぐらいね皆さんご招待でやってますので、ぜひ参加すぐね
空っぽに「あっこんなにすごいんだ」みたいな感じでね、皆さん感動されてね、で私たちの中に宇宙があってね、でこう体も心もね一生懸命生きよう生きようとね仕事をして、でまたストレスをためたらそのストレスをね浄化して、そして生理的に整えたり心理的に整えてくださるね、そういう営みをしているんですよね。真のヨガ瞑想を通して100万人以上に愛と平和を伝えてきたヨグマタ相川恵子に学ぶヒマラヤシッダー瞑想目覚めのセミナーを開催中。 LINE 登録するだけで完全瞑想ガイドをプレゼント。詳しくは概要欄から。私はヒマラヤに行って究極のサマディね、私たちは一体どこから来たのかっていうところでね、源の存在と一体になる。地球の源に行くのにね、地球の核に行くってみたいなもので、私たちの掘ったらね途中水が出てきたりオイルが出てきたり金銀出てくるかもしれない、いろいろなものに遭遇するわけじゃないですか。で私たちの中もいろいろな記憶があってね、で体の中もいろいろな働きがあってね、でいろいろなことに遭遇するわけで、暑かったりね寒かったりね、そういうふうにね、で心は一体何であるのかね、体は一体何であるのか、でそういうものを体験して清めて超えてね、それで源に到達していくわけですね。それは究極の悟りっていうんですけども、ヒマラヤ聖者は、旅をしてそういう中でね、どうやったらね雑念を積極的にねこう浄化できるのかって、だから雑念の元っていうのがカルマっていうのがあるね。カルマ、行為をしたことは全部結果になってね、私たちの中の記憶されてるんですね。そういう記憶がねいろいろなものを引き寄せてね、そしてまたこういろいろ体験をしたりね、欲望があったりね、恐れがあったり悲しみがあったり、いろいろなものが蓄積されてるね。いろいろ勉強したこととかいろいろな情報知識とかね、そういうものがこう純粋になってね、あなたはもともとの自分っていうのは純粋だったわけで、不安とかねそういうものも一緒になって記憶されてるわけですね。でそういうものを整理整頓してこうきれいにしていくとすごく安心をいただいてね、いろいろなことが分かってね、動じない心になるわけなんですね。だからそれに対してどういう修行をしたらいいかっていうのを皆さん体験していただかないと、エネルギーを整えるとか呼吸を整えるとかね、高次元の存在のエネルギーをいただいて、粗いエネルギーをね清めていく。エネルギーにもね質があるんですね。バランスが取れないと歪んだりきしんだりね、とこう居心地が悪いのでね、こう整えようとしてそう揺れてね、でそういうもの、思考とともにこう現れたり、ね、雑念になっていくわけだから、自分の中をこう緻密にしてね、でこう明鏡止水にするのにこうワンネスっていうんだけど、一つの純粋な波動にこう変容していくっていう修行をしていくなんで、一時的にそういう純粋な波動と一体になっていくとね、そうするとそういうものもねこう静まってね、で積極的にそれがそういうエネルギーによってこう吸収されてね、雑念がトゲでね、でなくなっていく、あるいはこう浮かんで消えて浮かんで消えてっていうのもね一つの浄化の方法で、積極的に焼いてしまうとかね、もっと高次元の波動に溶かしてしまうとかね、そういうふうにねきれいにしていくって方法がいろいろあるわけです。ヒマラヤの恩恵に。でヒマラヤの恩恵をいただくとね、こう薄まってね、安心の心が強くなったりね、平和な心が強くなるとね、そうするとこうバランスが悪いとこうバランスを取ろうとしている働きなので、それがこう湧いてくるんですけど、それはプロセスなので全然悪いことじゃない。だから雑念が悪いものだと思うからね、
それをこう消したいってそれがまあ反抗してるってことで、また反抗するとそれに対してこう俺の価値を認めろっていうことでますますこう強く出てきたりするので、雑念ありがとうございますって見てたらね、だからそれ反抗しないでね、こう自然にこう戦う意欲もなくなって消えていくわけですよ。まず見てるっていうことをやっていただきたいね。でさらにその積極的にどうやったらいいかっていうのをヒマラヤのね聖者がよく知ってますので、また目覚めのセミナーっていうのをやってますので、ぜひ参加をしていただけたらなって思いますね。ご視聴ありがとうございました。ぜひ動画の感想をコメント欄にお書きください。よろしくお願いいたします。